おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、絵が良くなったとか、上手くなったという瞬間のお話をしたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。これはおじさんの経験に基づいてのお話でございます。これをやれば上手くなるとか、良くなるというわけではございませんけども、皆さんの、自分自身にとってもこんな時に良くなったなとかって思えるようなことを思い返してみるということも非常に大事かなというふうに思うんですね。で、そういう成功体験みたいなものとか、実体験としてこういうふうにやったら良くなったでとかっていうことが、今後制作を続けていく上において、何かスランプになったとか、そういった時に役立つかもしれませんので、参考にされていただければなと思います。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おしゃべり動画面白いですか？おじさんのベラベラしゃべるという動画、案外伸びているので、嬉しいですけど、編集が大変ですけど頑張ります。下手くそな絵もね、おじさんの味やと思ってください。そうなんです。イラスト描けないんです。はい。で、早速行きましょう。どんな瞬間に絵が、上手くなったり良くなった。どっちかというとやっぱり自分自身がすごい楽しくなったり自信を持てたというような感じかなというふうに思います。自信を持てたりした瞬間ですね。まずですね、小学校1個目ですけど、小学校僕1年生か2年生の頃、2年生やったかな、その担当の先生がものすごい褒めてくれる先生やったんですよ。アホみたいに。もうなんかその記憶、高取先生ってなんかおぼろげな記憶で申し訳ないんですけど、めちゃくちゃ面白い。なんか昭和の、なんか雪降ったら雪合戦しに行こうぜとかって言って、うわーっとみんなで出ていくような、なんか感じの先生で、僕はすごいそういうのをよく覚えてます。雪合戦しに行った場所が、近くの墓場やったことも覚えてます。墓場で雪合戦とかしたら、今やったら通報とか来そうですけど、いい時代ですよね、そういうのね。で、その先生がめちゃくちゃ褒めてくれて、やっぱりその1年間の、なんか図工、当時はやっぱり図工とかすごい多かったんでしょうね。一つなんかしっかりと本になっていて、佐賀県立美術館で個展した際それちょっとお見せしたんですけど、ぎゅーっと伸びていったというのがあります。とにかくやっぱり褒められるということは人間モチベーションが上がる一つのきっかけになるんやなというふうに、思わせてくれました。2番目はですね、中学生の頃ですね。で、その頃というのは小学校中学校とか大体、多くの方はやっぱり写すということをしますよね。写してみたいな感じで、漫画とかを大体写すことが、私たちの世代は申し訳ないですけども、ジャンプ黄金期というか、黄金期、その後もワンピースやなんやらあって、皆さんにとっての黄金期があると思うんですけど、私の中では、小学校2年生ぐらいの時に北斗の拳が始まってとかね、1年生ぐらいで筋肉マンが始まってとか、多分4年生ぐらいでドラゴンボールが始まってとか、なんかそんな感じ。あとシティーハンター、ジョジョの奇妙な冒険、先駆け男塾、なんかすごいキャプテン翼、言い出すとすごいキリないんですけども、その頃というのは、小学生の頃はそういったものを写していました。で、中学校になるとヤングマガジンでやっていたアキラ、これを写したりとかしていました。と同時に中学2年生ぐらいから実物を描くようになったんですね。例えば学校の先生とかを、授業中こんなんやったらあかんですよ。学校子供たち見てたらね、先生の顔ずーっと描いてました。ずーっと落ち着きない子やけども、先生の顔とか動くんですけどね、いわゆるムービングクロッキーの今もう走りみたいなもんですけど、動くんですけど、特徴取られてる。で、それをちいちゃく紙に切って後ろに回してケラケラ受けるとかっていうことをやったりとか、当時流行っていた、例えばブルーハーツの河本大翔さんとか、実際の人を写真を見ながらリアルな感じで描きました。未だにその絵を持っているという中学校の時の友人がいたりします。やめてくれって感じなんですけど、未だにそんなのを持ってくれているという友人がいたり、その瞬間っていうのは何か描いて喜んでもらえるんやっていう実感というのもすごく強くなったりして、やっぱり人間ってね、周りから褒められたりとかなんかすると調子乗るわけじゃないですか。私たちの世代ってどうしてももう子供がもう雑多にいて、200万人ぐらいいる。ね、今生まれた子供たち80万人を切ってきて70何ね、大体もう本当に3分の1とまずは言わずとも、もうそれぐらいになってきている。私たちの時はもうクラスが山ほどあって、そこの中でなんか個性を出す
て、ね、個性を出しなさいという教育方針やった記憶はあまりないんですけども、やっぱり人と違う、例えば足速い言うても、もうトップ3ぐらいまでじゃないですか、学校で有名になれるのはとか。トップ4以後はとかね、勉強でもやっぱトップ3、クラスで一番最低になってないとみたいなとこあったりするじゃないですか。で、絵に関してはそういうことで、やっぱりライバルみたいな人はいたんですけど、大体漫画を写すのが、ゲゲゲの鬼太郎を写すのが得意やった K 君とか、小学校の時やったら低学年は A 君とか、高校生になったら T 君っていうのが写すのが上手な人やったんですけど、私自身が家をかけたかどうかわかんないですけど、多分上手くなったこれは瞬間かもしれませんけども、そういうことをやってみんなに喜んで実物を描いたということがございました。そして、高校2年生、あたりで、予備校にも通い出して、東京の美大とかを目指していくんですけども、その美大を目指すにあたって、これは3つ目ですけども、これも上手くなったとか、良くなったどっちか分かりませんけども、どうやったら先生形取れますかということで、予備校の大阪の中之島美術学院というところで先生に聞いたんです。アホみたいにね、もうほんまにもうシンプルですよね。もうどないしたら上手くなりますとか、先生どないしたら形取れるようになりますかっていう感じで聞いてみたんですよ。だからその先生が、クロッキー、手のクロッキー、手って言ったかな、クロッキーって言ったかな、1000個やってこいって言われたんですよ。1000って言って。で、その日の夜からもうすぐにやり出しました。でもそんな難しくないですよ。左手をこうやって見て、右利きやったらね、左手を見てこうでいろんなパターンでこう書いてみる。何かを持つとかでも書いてみる。あとは鏡に映して書いてみる。で、どれぐらいこれぐらいの B4 じゃないね、これぐらいのサイズの一般的なクロッキー一応売ってますよね。で、あれに4つ書く。で、1個だいたい5分で書く。っていうことは5分とか、10分以内では書いてました。確か5分とか。時間を決めてたわけじゃないと思うんですけど、1時間でだいたい10個は書けるんですよ。ということは50日あればなんとかなるんですよ。50日あればもう形取れるようになるんですよ。本気でやればね。はい、50日で。っていうのを500枚書いて先生のとこ持って行ったんですよ。だいたい2ヶ月後ぐらいですよね。アホみたいな顔して。先生これどないでっか見てくださいや。って言ったら、おぎぞお前ほんまにやってきたんかって言われました。冗談で言ったつもりかもしれないですけど、その冗談を真に受けたおかげで、形というものに対するコンプレックスはまずぐっとなくなりました。こうやって測ってっていうことももちろんね、例えばデスケールみたいなんでこうやるというのもあるんですけど、まずざっくりバーっとこう取れたら、あとはね、中心がどのあたりかなっていうのを目でこう測るこう技術みたいなのがついてきたりとかしてきて、デスケールやなんやらとかで測るということやっぱりこう、時間のロスもできますし、いい線を引くっていう訓練にもやっぱりその時になったのかなというふうに思います。たった1時間を50日続けるぐらいはやっぱりこうできてもいいんじゃないかなと。そういったものを使う絵もあっていいし、使わない絵もあっていいんですけど、何かコンプレックス持ってたらなかなか先へ進めないってことあったりするじゃないですか。でもそういうのが少しもうこれは目的集中、治療月間、僕も今肘が痛めてて病院行ってますけど、病院行くのは嫌ですよ。大嫌いですよ。でも今はもう我慢して、これを完治させるぐらいまで持ってったら楽しく。はい、クロッキーに関してはまた浪人時代に水道端美術学院というところ行っていたんですけど、そこで何曜日だったかな、火曜日とかに、ヌードクロッキー500円で、2時間か3時間っていうのがあったんですよ。これは良かった。毎週行ってました僕。500円か1000円か800円か覚えてませんけど、クラフト紙という茶色い紙を買うて、それを、木炭紙台のサイズに切って、ですね、それをだいたい書くと。もうそれが楽しいのと、10分15分で絵を作るということができるので、その目的のため、ある程度絵画を作るというようなところ、クロッキーだけじゃなくて、要はベージュの紙、茶色ですね、いわゆる段ボールみたいな色の紙に白と黒で描いていったり、焦げ茶色とかで描いていくんですね。でそれをすごくいっぱいやったことによって、非常に自信もついたし、描けるようにもなったし、その時目標としていたのは安井宗太郎という人のデッサンが、その水道端美術学院には高沢学園といって、高沢先生という創設者の先生が安井宗太郎から
留学時の実際の作品を買うて、それをポスターとかにしてたりとか、画集みたいなのにして売っていて、それを買うて参考にしたりとかしていました。あとはクロッキー。まだ大学生。やっぱクロッキーの経験っていうのはどこかで自分の中で何か、やっぱりこう、自信をつけさせてもらえる一つのきっかけになるんやなっていうのがもう分かって成功体験としてあったので、大学生に入ってから電車クロッキーというのを始めました。そういう動画も残っておりますので、電車クロッキーというのを始めました。すみません、今日ちょっと子供うるさい、や言うてます。今日ね、めっちゃ台風来てる日なんです。で、電車クロッキーと言うて、電車の中で書くっていうのは多分延べ枚数で2000枚は書いたと思います。約4年か5年やってました。まあこれ本当のこと言うてしまうと、僕満員電車とにかく嫌いなんですよ。もう皆さんね、好きな方ってあんまおらんと思うんですけど、で両手でこうやってやってると、まあなんか痴漢とかに絶対疑われないじゃないですか。実際にこう書いてたりとかして、冤罪とかもちろん僕はかけられたこともないんですけど、嫌なんで必ずスポーツ新聞を持って、スポーツ新聞をこうちっちゃく折って、そのスポーツ新聞読んでるふりしながらこうやって揺れる電車の中で書いていました。常磐線というのに乗って、上野まで行く、松戸というところから上野まで行くか、地下鉄の千代田線というのに乗って、どこどこ西日暮里あたりまで行くとかっていうのとかで、こうその間15分ぐらいとか10分ぐらいとかかな、で書いたり、山手線で上野から池袋とか。まあ、これ裏の話があって、僕ちょっとこうやっぱりこう神経質なとこがあって、電車乗るとお腹が痛くなるというね、なんていうか弱々人間なんで、それを解消するためにも絵に集中するとお腹が痛くなくなるということが、裏テーマとしてございました。ありがとうございました。まあ、クロッキーというのはやっぱ成功体験とか絵が良くなったりとか上手くなっていくというような経験値、やっぱり枚数重ねることによって過去をちゃんと見ていけたりとかするのでね、非常にそれはありるかなというふうに思います。そして私は高校を頑張って、受験をやったんですけども、東京の方の美大は全て、全部ダメでした。もう全滅しました。だからまあ後々はその、まあ、大学の最高峰とされる大学を一応一等賞で卒業してねですけども、それ以前っていうのは実はもう何度かお話してますけども、高校時代一生懸命こう予備校に通って、そこの予備校とかでもまあまあこう頑張っとるなみたいな評価やったんですよ、大阪の予備校では。でも東京行くとやっぱ全然違うなっていう。それでもまあ勉強できてたから、まあまあいけんちゃうかななんて思ってたんですよ。調子乗っとったんですよ。で、受けてみた武蔵野美術大学、これ何度か言うてますけど、150点満点で25点でした。多摩美術大学100点満点で5点でした。ね、ということで、最低点でした。今思えば、ですね、まあ、緊張、上がり症、皆さんもね、上がり症の方とか、おじさんもそうなんですよ。こんなんもう、慣れでだいぶこう、ね、緊張とかなくなってくるもんで、若い頃ってどうしてもね、って僕は特にありました。僕は、今やから話すと、なんや、滑り止めのための高校に落ちてますからね。ありがとうございます。それも緊張したんやと思いますけどまあそれで高校のランク下げたっていうのが僕に人生にとっては非常に良かった。まあそこであんまり無理してこう勉強せんでもついていけたというところがあってですね、もう美大に行くの決めてたから、中学生ぐらいからね、っていうのはあるんです、今思えば。でももうそんな感じなんですよ。で、全てもう大学受験ももう最低で最低、そんな人間、そして失敗ばっかりですよ。で、最低点からスタートして、結構早い段階で浪人を始めて、もう当時はその1995年とか6年とかそのぐらいなんですけどね。今から30年ぐらい前。30年も経つよ。まあ、子供とかも多いし、倍率も非常に高かったです。東京芸大の油絵科で45倍ありました。2700人受けて60人なんで、ね、もう45倍でしょ。はい。割り算してみてください。でそういう時代でしたから、もう多浪生いっぱいいました。3浪4浪とかもうザラにいました。みんな廊下でプカータバコ吸ってマクマクーとしてるような時代です。プーッとしてね、なんかもう本当にこう、あの人、例えば浪人を始めた時にこう書いてたら、ちょっと1時間2時間遅れてくる人いるんですよ。ピューッと入ってきて。でまあクラスがまだ分かれてないとか、分かれたばっかりとかの時って先生とか分からないんですね。で先生誰やろうな思って
たりした時にそうやって遅れてくる人がいて、もう見た感じもおっさんなんですよ。18歳からね22、3っておっさんに見えるでしょ。そしたらやっぱりねこう先生やと思って、どうしようかな、あの先生なんやとか思ってたら浪人生やったですというのはざらにありました。はい、ざらにありました。で、僕はそこでもう性格がとにかく悪いので、なぜ浪人生多浪生、僕もその時は一浪ですけども考えました。なぜこの人たちは何年もかかっているんやろうなと、何年もかかってこの人がというこう考えたことによって生まれた、例えば先に受かった芸大に受かった人とかの合格者作品とかあるんですね。でそれとこれは特に油絵科のあれにしか当てはまらないかもしれないですけど、油絵科ってどちらかっていうと僕らの当時ね、今の受験者正直知らないです、何にも興味ないので。で当時に関しては、完成してなくてもなんか受かってる雰囲気あったんですよ。どういうこと例えば入試が2日間とかで油絵を1枚描いたり、デッサンを2日間で1枚描いて、それが二次試験やったりするんですけど、油絵がなんか未完成でも入ってたりするんですよ。でも逆に多浪生とかバチッと完成してるような見せ方ができるんです。でも何かその絵の合格してる途中に見えるような絵のなぜ合格したかっていうのを分析して、なぜこの人がちょっとまた来年も頑張ってに受験をってされるかっていう線引きをおじさんなりにこう分析してみたんですよ。でこれの瞬間になんかこう途中でもう入っていく人の絵ってやっぱりこう未来とかを買っている感じがした。そこは何かっていう分析をしたわけで、そういうこうね、要はいい絵、うまくはなくともいい絵というふうに未完成でもこれは後で伸びるぞというような可能性のある絵っていうのは何かっていうのを自分なりに言葉にしていった。言葉にするっていうこと大事で、言葉に自分なりにしていった。こうなんちゃうか、ああなんちゃう、もう性格悪いですよね。反面教師をこうっていうことで、やっぱりこう自分の中で非常にこう成長したなという瞬間がありました。で浪人時代を5つ目ぐらいに入るのかな、浪人時代を過ごしていく中でやっぱり意地でも合格したい、意地でも合格したいという熱量が絵にもこもりすぎてると、もう意地でもで、そんな瞬間に僕の担当してくれてた先生が、実は僕人生で唯一1回だけしか加筆ってされてないんですね。で別にそれは公募展とかに出す絵じゃない、もう受験の。でその先生がやってくださったってことは何かっていうと、力抜けっていう感じなんですよ。お前物ってこのぐらいに見えてへんかと、もう表面の描写をグリグリもう全部こうビビビビビ描きまくって、中骨がない感じとか立体がない感じ、もう全部ペタッとレリーフみたいになってしまって、これに自分は気づいてなかったんですよ。全然もう俺は全部力で描いたからええやろぐらいの感じでうわーって描いてたんですけど、いやいやお前ちょっと力抜けやわってやってくださったんですよ。それはその瞬間ってあんまり多少分かったんですけど、めちゃくちゃ悔しかったです。でそれが後に分かる瞬間というのがあって、そこから2ヶ月か3ヶ月後、ある時にコンタクトレンズをいつもしてたんですけど、でそれ以降もメガネに完全に変えたんですね。その事件以降なんか違和感あるなと思ってゴロゴロして、そしたらコンタクトがつけられなかったんですよ。で当時動画全く合っていなかったもうメガネを一応持ってたので、もうしゃあないからその動画もボケボケの見てももうボケボケですわ。でそのメガネをつけてコンクールに行ったんですね。その予備校当時300人ぐらい多分いたと思うんですけどのコンクールがあって、で2学期の始まり9月の頭ぐらいだったと思うんですけど、それで一応上位に入ったら後学期の授業料が半額免除されるとかなんか特典ついてたんですよ。もうやる気満々でいたんですけど、朝コンタクトつけたらもう調子悪いということでもう最悪な状況。メガネかけたか裸眼で行ったか覚えてへんけど、もうなんかこうボケボケの状態で、その後に眼科に行ったんですけど、コンタクト見せたらコンタクトに鉄粉がついてると。すいません、水道端ってね、電車の近くでこう鉄粉が待ってるそうなんですよ。それが原因かどうか分かんないですけど、それでつけるたびに目を傷つけていたということで、そのボケボケのメガネで描いたデッサンと油絵というのが
全体の中で確かトップ4、まあもう 4人以上はつけてなかったんで、両方がトップ4に入ったんですよ。300人中、要は1番をデッサンでも油絵でも取ったのは僕だけやったんですよ。ありがとうございました。っていうので学費が半額免除になって、親はえらい喜んでくれてました。そういうこうね、ちょっと力が抜けた絵を描けるように、そこからは描けるようになりました。ね、上手くなったり、いい絵がちょっと描ける、自然な空間感の中にあるものがあるという存在を描くことができるようになった瞬間でございました。この成功体験というのは逆も生むんですね。これ9月にそのトップを取ると、そこからひたすら同じ絵描きました。もう最悪です。もう本当に、どっちかというと家とかで実験的な絵とか、1学期に油絵とか実験的なことやったりとか、大学入って実験的なことはやったりとかしていくんですけども、どちらかというと、もうずーっとそれを半年間ずっと繰り返すっていうことはマンネリが起こる。ね、マンネリが起こると、やっぱりこうルーチンに入っていくと、愛のない絵になっていく。勉強はいかんせんできましたんで、ある程度ね、当時の美大に入れるぐらいの学力の中での勉強のでき方ですよ。東大行けるとかそんなレベルじゃないですよ。で、やったから、一応、むさび、たまび。確かですね、その僕が受かった年の武蔵野美術大学の合格者作品みたいな、未だにあれば僕の絵載ってるはずですよ。一応受かりました。150点満点で138点とかやったような記憶ありますけど、まあもっと上位の点の人もいましたけどね。っていうことで、まあ私立に入れたんですけど、先ほど言ったような芸大にはやっぱ入れない。で、僕らの浪人時代の当時はもうとにかく太郎生っていうのは芸大一本でした。芸大一本の人がめちゃくちゃ多かった。っていうこともあると思います。まあ、ここは失敗体験とか悪くなったことも踏まえて良くなったことと悪くなったっていうことでございます。で、あとはですね、むさび時代に自分の自身が絵が変わったという瞬間は、受験の絵ってあるというふうに思えたっていうことです。で、まあこれ大学の先生がよく受験の絵をやめろとすごい短い言葉で、受験の絵なんかやめちまえとか大学入った途端に言われたっていう意見、私もそうやったか言われたからあれなんですけどね。でこれ僕も気づいたというか、どこに気づいたかというと、僕の場合は一つはですね、まずね2日間とかむさびとか1日で油絵描く、玉火とか1日東京造形1日女子美とか1日日芸も1日 1.5 日ぐらいやった当時覚えてへんけど、もうなかなか描けない。そのための描き方ってやっぱあるんですよ。で僕はそこのところをまず排除していって、例えば速乾剤を使わないで書いてみようとかっていうこととか、構図構成みたいなものが受験の時に言われたこんなんダメやでっていうことをもう一回咀嚼し直したんですよ。なんであかんやろなっていうことを自分なりに考えて、それは受験やから、受験っていうのは1500人2000人とか当時やったらいる中で自分の絵がギャンと見えなあかんと。でも、それ以後っていうのは自分の絵というものを追求していった時に、その受験のテクニックとか受験の考え方でやっぱ邪魔な部分っていうのは絶対にあるんですね。っていうのを整理していった瞬間に少し分かってきたかなっていうふうに、絵が良くなったりしていったかなというふうな瞬間がございました。ということでございます。そして、東京芸術大学というところに入って、まあその大学の中でも褒めてくださる優しい先生とか素晴らしい、本当にもうお前はもうこのままでええよって言ってくれる先生もいれば、こんなもんやめちまえとか言われることもあったんですよ。はい、当然のごとく。で、私自身がいろいろ経験していった中で良くなったっていうか、なんか自信を持てたなと思う瞬間がいくつか、ほとんど自信なかったです。東京芸大なんていう大学入るともう本当にどんどんね、もうあかんってなっていったりとか、もう絵描かなくなる人とかいっぱいおるんですよね。まあどうですか知りませんけどでギューッとなっていったりとかするんですけど、まあきっかけとしてはやっぱいい作家さん、例えばアントニオ・ボコ・ロペスっていう人が浪人時代に図録が、画集屋さんに平積みにされていて、それを見つけた時にこれを見て、僕も絵を描き続けたい、具象絵画というか写実というふうに、その英文のスペイン語の画集やったからリアリズムとかっていうことまで読み切れてなかったですけど、まあそういうこうやって描き続けてはる人がおるんやと、大学入ったらみん
んな途端に辞めてってまうっていう中で僕が書き続けようと思った作家さんであるとか、あとは僕はこう海外に、旅行で行った時に結構な人がもうヨーロッパとかね、アメリカとかでもうほとんど絵なんてやり尽くされてるって言われるんですよ。ほとんど。それは先生もおっしゃるし、でも先生の中には、絵画のなんか大きそう、そういうの探せよって、誰もやってへんもん探せよって言ってくださる人もいれば、もう絵なんて古臭いからやめちまえっていうことを言われたりとかですね。結構厳しいでしょ。僕らの時代ですよ。今やったらわからないですけど。っていうのがあった中で、よくこう、もうルネサンスから印象派、それ以後、もうほとんどやりきられてると言われている中で、僕自身が感じた体験としては、そのルネサンスとかバロック、例えばもうダ・ヴィンチとかサンドロ・ボッティチェリとかレンブラント、カラバッジョとか何してもね、逆に日本人ってこれできてへんなっていうふうに思ったんです。はい、これが日本人できてる人、もちろんそれを追求していった、岸田流星であるとか、例えばレンブラント、中村常とかもレンブラント的なところがあるかなとか、そういうのとかね、フォビズム的なところをこう追求していった、とか林武史とか安井壮太郎とかいろいろいると思うんですけど、僕はそういうこうなんかところで言うと、どちらかちょっと古典的なヤン・ファン・アイクのこの草の描き方とかね、僕自身はそういうところなんか巧妙を見出したというか、逆にやられてへんのちゃうか。やっぱ黒田清輝先生以後、やっぱり美術教育という部分でそれ以前というものがあんまりないなと思って、それの考え方に近い東京芸大のその技法材料研究室というところに行って、その先生方について、やっぱりこうお話すごい面白かったしですね、それは僕は自分の中で自信を持てたという瞬間でした。だからなんかこうやられているっていうことでもいいんですけども、このやられているけども自分の中でまた再咀嚼し直して、じゃあ現代に置き換えて考えてみようかなとか、その時代に置き換えて考えてみたりすると、1995年っていう時にその CG と呼ばれる、今やったら AI とかでしょ、CG というものがブワーッと出てきた瞬間やったんですよ。ビャーッと。自信なくしますわ。もうこんなん絵描いててどないすんのみたいな空気でした。今の多分 AI とも同じです。僕はだから真逆張っていこうと。もう逆張りでいこうというふうに私は思えて、もうそこでもう逆張りの一番の対極を張っていった時に何か活路があるんじゃないかなというふうに思えた。という、自分自身もね、自己マインドコントロールの世界ですよ。もうこれ信じるしかないと。もうこれしかあれへんわぐらいの感じにしていくしかなかったっていうところが、私にとって良かったか悪かったか分かんないですよ。こんなもんもう本当にこう、今現段階ではそうやって自分の中で取捨選択をしてきた。まだまだこれからもね、作家活動とか作家活動、絵描き生活は続いていくわけでございますから、分かりませんのでね、その自分の中で、取捨選択をしていくときに、自分の中で、ちゃんと決めて、これやと自信を持ってやっていったっていう瞬間がやっぱり上手くなっていったり良くなっていった瞬間なんじゃないかなというふうに思います。だから卒業制作と呼ばれるものに関しては僕は誰にも見せなかったんですよ。当時助手さんにだけ見せてたんですけども、書いてる途中はもうシャットアウトしてました。何か言われてもう自分はもうこれをもうやりきるんやと、大学の4年間はもうこれでしか僕はないんやっていうので、やりきって、いったということでございます。何かこう受賞をしたりこう賞を取ったりとかしたことによって自信というのも多少はつきますけど、多分2日間ぐらいでもうなんか僕の場合は嫌だっちゅって2日後ぐらいにはなんかもう次のこと考えてます。それを引きずることはほぼなく、はい、皆さんはどうでしょうか。自分自身にとって、なんか絵が良くなった瞬間とか上手くなった瞬間、また自信がついた瞬間みたいなのがあれば、ぜひぜひコメント欄の方に皆さんで共有しましょう。こういう成功体験みたいな、それをもう皆さんでこうみんなでやっていってみたりとかすると、絵を描くこと、制作活動とか創作活動もっと楽しくなるかもしれません。ぜひぜひ、この動画良かったという方はチャンネル登録してない方ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。チャンネル登録チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあお願いします。